どうもちは。金こっち。ということで、本日のどうもちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。スルメイカということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、スルメイカ。ということでね、今日も素晴らしいスルメイカを買ってまいりました。黒光りして鮮度も抜群ないいスルメイカ。10匹入ってます。で、この前は、イカのお刺身と屋台風のイカ焼きを作ったんですけども、その時動画のコメント欄で、いや、鮮度がいいイカだったらやっぱ塩辛作ってくれよっていう意見がとっても多かったです。ものすごく多かったです。視聴者様の声にはそれは答えなあかんなということで、今日はこちらの鮮度抜群の大きなスルメイカを使って、スルメイカの塩辛を作っていきたいと思います。で、その塩辛を作って、丼にもうそのまま乗っけて、塩辛丼を作っていきたいなと思います。そしたら、こんなにたくさんスルメイカ塩辛にしても食べきれませんので、5杯塩辛にしたいと思います。あとの5杯はご近所さんにお配りいたします。で、僕塩辛は皮付きの塩辛が好きなんですよ。なので今日はスルメイカの皮剥きません。皮付きの塩辛を作っていきたいと思います。で、ゲソも耳も全部塩辛にします。そしたらまずはイカのゴロ、綿を出していきたいと思います。まず耳を外します。こういう風ですね。そしたら外したラインに包丁を1本入れます。こんな感じ。あんまり深く入れすぎちゃうと、墨袋まで包丁がいっちゃいますんで、浅く身1枚を切るイメージ。そしたら、ゲソの方を持って、ビビビビビッと、内臓を取り出します。そしたらこの身の方をこそげ取って、このエラを外します。で、この段階で、アニサキスチェックをします。アニサキスがいたらね、すぐわかるんですよ。穴の中に埋め込まれてるんで。いなさそうですね。大丈夫そうです。そしたらとりあえず、胴と耳。これで完成ですね。次はこっちの部分。目玉の上。ここから落とします。これがイカの肝ですね。めちゃめちゃ鮮度いいの分かりますか？綺麗な肌色。ちょっとピンクみがかってるの分かりますかね？これ素晴らしい肝です。で、肝の裏に黒い筋が1本ついてますよね。これがスルメイカの墨袋です。墨袋は取りましょう。塩辛にした時真っ黒になっちゃうんでね。これは必ず取ってください。簡単にピーッと取れますんでね。墨袋が取れたら、先端のこのごちゃごちゃっとしてるところもこれ外します。これは肝じゃないのでね。これも取ります。で、この取るときに肝を破らないように、慎重に取りましょう。よいしょ。はい、これで墨袋が除去できました。そうしたら次はゲソの仕込み。まず目玉が2つありますんで、目玉をくり抜きます。そしたら、ここに、くちばしがあります。くちばしに手を突っ込んで、くちばしを取ります。ここは俗に言うトンビっていう部分で、ちょっと干して干物みたいにして食べたりだとか、あとバター焼きにして食べたりだとかするとめちゃくちゃ美味しいです。で、ここまで来たら次はゲソの処理ですね。長い足が2本あります。これ触手ですね。硬い輪っぱみたいなのついてます。で、これは口の中に入るとちょっと残りますんで、ガシ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 と、しごいて落とします。簡単に取れますんでね。そうしたら次はゲソを割ります。こういう形ですね。そしたら軟骨を外して、軟骨を切る。で、ゲソも1本ずつ切ります。で、このスルメイカ、とってもサイズが大きいので、ゲソ1本のサイズもすごい大きいです。このままだと、ちょっと塩辛にした時大きいので、これからさらに半分に切ります。このぐらいですね。こういう風に切っていきます。半分でも大きいなっていう人は3等分とかにしてもいいかもしれないですね。1、2、3等分ぐらい。このぐらいの大きさ。このぐらいの大きさがとっても食べやすいですね。はい、これで胴、耳、ゲソ、肝の仕込みの完成ですね。で、この胴と耳は今から脱水作業を行います。なので、まだ切りません。で、ゲソは一通りこの状態にします。はい、さばき終わりました。そしたら次の工程に行きます。こちらの肝を1日塩漬けにするという作業をしていきます。これ塩漬けにすることによって、このスルメイカの肝の中に入ってるいらない水分が抜けて、とっても濃厚な肝になります。でそれと塩気がしっかり入りますんで、なのでここで塩味をしっかりつけていきます。深めのバットとかお盆にお塩を引きます。で、そこに肝を並べていきます。できるだけ重ならないように。重なってしまうと、そこの部分だけ生っぽくなりますんで、しっかり間を空けて、こういう感じ。そしたらその上からも塩をたっぷりかけます。で、ここはまんべんなくかけてください。周りの塩も乗せて、こんな感じで冷蔵庫で1日寝かします。そしたら次は胴とゲソの処理をしていきます。で、身を全部塩辛にしちゃうと、ちょっと多いなと思ったんで、身は3杯分だけにしました。で、肝だけ5杯分使う、ちょっと贅沢な塩辛にしたいなと。そしたらこちらのゲソですね。ゲソをボウルに入れて、たっぷりの塩を振ります。
そしたらしっかり揉み込んでいきます。これでぬめりと汚れと残ってるゲソの輪っぱを取っていきます。ではゲソの塩揉みが完了して水洗いしました。そしたら次は胴のみですね。皮はついたままですので、まずこのとんがり部分とお尻の部分、ここは落としちゃいます。ここも塩辛に使います。そうしたらこの両サイドのビラビラっていうかちょっとね、不純物がついてるんですよ。こうやって。このヒラヒラーっとした部分ですね。これは取っちゃった方が気持ちいいので、薄く取っていきます。これで完了。そしたら身を洗っていきます。これがもう最後の水洗いの工程です。もうこれ以降は水は一切使いません。なのでこの段階で綺麗に洗っておきます。耳も一緒。ぬめりを綺麗に洗っていきます。はい、これでぬめり取りが完了しました。そしたらこちらを脱水していきます。脱水シート、ピチッとシートですね。身の中にもかなり水分があるんで、そのまま塩辛にすると若干水っぽくなります。それに水を抜いた方が塩辛のタレが身に入り込みやすいです。1枚、2枚乗せて脱水シートで挟むとピチッとさせます。これで1日寝かします。ゲソも同じようにピチッとシートに並べてで挟むと。そしたら1日後に移動。はい、では塩漬けの工程が終わりました。とってもいい感じに水分が抜けてるのわかりますか？そしたらここで塩を軽く払ってザルの上に乗せます。こんな感じ。そしたらラップをかけずにこのまま冷蔵庫に入れて半日寝かします。そうすると、このスルメイカの肝の中に入ってる余計な油、これが出てきて、この下に落ちてきます。で、その余計な油っていうのは、塩辛にした時に臭みになりますんで、そちらを抜いていきます。冷蔵庫の中に入れてと。そしたら半日、寝かしたいと思います。はい、では半日経過しました。だいぶ水気も落ちましたので、タレを作っていきます。使うものがこちら。裏ごし器ですね。裏ごし器をボウルにセットして、こちらの肝を裏ごししていきます。切れ目を入れて、こんな感じですね。生の時よりかなり色が濃くなっているの分かりますかね、全然違うでしょ。水分が飛んで濃厚になっております。そしたらこの肝を絞り出して、切れ込み入れてこうやって押してあげると簡単に取れますんでね。こうやって膜を外します。そしたらこちらを裏ごししていきます。これをやると滑らかな口当たりになります。ほら、どうしてもこう筋が残るんですよね。ちょっとめんどくさいけど、この作業は大事。これを全部裏ごししていきます。はい、ではこのように裏ごしが完了しました。そうすると抜けきれてなかった油がこう出てくるんですね。これは捨てます。肝を落とさないように油だけ。ね、こんなにイカの肝って油が入ってるんですよ。で、これ油抜けたんで、ここにイカの切り身を切って入れるだけでとっても美味しい塩辛になるんですけど、僕はそこに少しだけみりん入れます。みりんをほんの少し。で、日本酒もほんの少し入れます。これでより食べやすい塩辛になります。で、今日はここに柚子もほんの少し加えます。皮をすって、ほんとこのぐらいでいいです。軽く柚子が香るなっていうぐらい。隠し味ですね。そしたらしっかりとかき混ぜます。この段階かなり塩辛いです。ただこれで合ってます。大丈夫です。そしたらこちらですね。1日半脱水をかけたスルメイカ。まずはこちら、切ってあるゲソですね。こんなに水が入ってるの分かりますかね。これ全部イカの中から出た水分です。で、ゲソをまず入れます。そしたら次は胴体と耳入れていきます。このちょっと乾燥して水分が飛んだ感じ分かりますか？こんな感じで OK。で、これちょっとゲソはゲソで分けようかな。ごちゃごちゃになっちゃうんでね。そしたらあとはひたすら切って入れていくだけ。胴体はまずは半分に落として、でこういきましょうか。で 0.5 ミリぐらいしっかり混ぜます。そしたらこれを冷蔵庫で1日寝かせます。さらに味を染み込ませる。そうすると味が馴染みます。それでやっと完成。長かった。そしたら1日後に移動。はい、そしたら1日経過しました。良き浸かり具合でございます。
こんな感じですね。そしたら今日はこちらの器にご飯をたっぷり敷き詰めて、その上に塩辛を乗せます。で、塩辛だけだとちょっと色が映えないので、イクラとホタテも買ってきました。ご飯を器にたっぷりよそって、こんな感じ。そこに塩辛をたっぷり乗せます。よいしょ。で、こっちがゲソの塩辛ですね。ゲソも乗せていきます。で、ホタテを薄切りにして中央に乗せていきます。こういう感じで乗せていきます。で、ホタテが乗ったらそこに大葉、たっぷりのイクラを乗せたら、こちら、塩辛丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。自家製塩辛の丼。じゃあまずは塩辛単品で食べてみようかな。いただきます。大成功。塩気もちょうどいいですね。イカの鮮度がいいうちに丁寧に仕込んだんで、全く臭みがなくて、甘い。うまっ。これご飯が進むわ。はい、ということで今日はこちらの自家製塩辛丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、で、銀色のやつ。じゃねえわ。緑色のやつ。普通に間違えちゃった。今日はお茶でいきます。いただきます。うめえ。やっぱこういう生臭いものには緑茶一番いいと思います。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は新鮮なイカを使って自家製塩辛丼作っていましたけども、うまかったです。ただ量が多かった。あれ半分ぐらいしか食べれなかったです。残り半分は冷蔵庫に入れてありますんで、今日の夕ご飯もあれですわ。で、塩辛は手間はかかりますけど、材料は全然かかんないんですよ。本当にイカの肝とイカの身で、あと食塩があればできちゃいます。そこからアレンジを加えたかったら、味噌だとか、今日みたいに柚子入れたりだとか、お酒とかみりん入れてちょっと臭み消したりだとかするのもいいですけどね。とっても奥が深い食べ物ですので、皆さんもぜひ新鮮なイカが手に入った際は塩辛自家製してみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。